はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして少し更新が遅くなってしまいましてご心配おかけしました。ありがとうございました。今回は2月10日新月から2月24日満月までの流れをちょっと星の解説をしつつタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、もうこのどうでしょう、2月に入ってから今ね、ちょうどまさに今この時期、水亀座さんっていうのは太陽、お誕生日迎えてる方もいらっしゃると思いますし、こう自分自身に光が当たってるっていうのを感じてる方もいらっしゃるかもしれませんね。どうなんでしょうね。はい、ちょっとお知らせなんですが、先生術やタロットにご興味ある方は私の方でメンバーシップをやっていますので、よかったら概要欄から詳細ご覧ください。2月はちょっともういっぱいなんですけど、2月も3月もオフ会がありますし、動画もね300本以上あります。全部見放題ですので、ご興味ある方は皆さんのご参加もお待ちしております。はい、では行きます。2月ね、特に2月10日の新月っていうのは水亀座で起こる新月ですから、自分のために必要な時間を持ち、自分とつながって今一番必要としていることを願うっていうのがとてもいいと思いますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。スター逆、カップ7、カップ4、女帝、ペンタクス10逆、ワンド5、ワンドキング。気をつけることや対策は、ワンドクイーンの逆と運命の輪とオラクルはデビル逆です。はい、そうですかそうですか。はい、ちょっと星の補足説明先にさせていただきたいんですけれども、星で言うとこの2月っていうのはね、冥王星という深い意識、無意識のとか、無意識のエネルギーだったりとか、親から引き継いできたものとか、何か過去世から引き継いできたものとか、何かそういう目には見えないんだけど自分の体の中にある感覚とか、そういったものと、あと勇気とかチャレンジとか、切り開いていく力っていう火星のエネルギーがひっついて、すごくそれが自分の情熱として何とも言えない力として目覚め始めるみたいな流れがあるんですね。それが特に2月の13日以降14日あたりっていうのがそれがピタッとひっつくので、特にそれが水亀座の皆さんは自分らしく生きたいっていう思いのその奥にある自分オリジナルな力っていうものに刺激が起こるんじゃないかと思うんですね。ですから何か外側の世界でちょっとイライラすることがあるなとか、不満に思うことがあるなっていう方は、それこそその出来事を通して自分自身の本当の強さっていうものが今振り起こされようとしているみたいな感じにもなりますし、またはもう少し健全な出方で出てる方とすると、本当に自分のやりたいことのために自分のエネルギーを使おうっていう意識になって、ストレートに行きたい方向に行く。今までだったら他のこと気にしてちょっと遠回りしてとか言っていたのを、もうダイレクトに自分のやりたいことのために行くみたいに、その力として使えるんじゃないかなと思うんですね。なのでこのお誕生日からでもいいんですけど、2月10日の新月から自分の本当の願いのために自分のエネルギーを使うんだっていうふうに意図していただくと、本当にショートカットっていうかね、いい形での流れが起きてくると思うので、ぜひそのように意図していただきたいと思います。でカードで見ると、なんとなくいいこと起こるんじゃないかなとか、そういう期待があるって感じがするんですね。このスターっていうのは本当に嬉しい理想、まさに理想って思うようなカードなんですけど、ちょっと逆位置になっていますが、私から見ると。なのでまだ理想はちょっと遠いけど、でもいいことある気がするとか、今年こそはいいんじゃないかみたいな、やっと来たんじゃないか、自分に何か運がみたいな感じを感じる方も多いんじゃないかなと思うんですね。で実際これは本当にそうで、2023年に一回チャレンジしたこととか手がけて頑張ってはみたけど、いまいち効果が出なかったとか、自分が納得いくほどできなかったっていう方は、まさに再チャレンジのチャンスが来てまして、これはこの2月だけではないんですけどね。でもこの2月が特に強いっていうことで、もう一回奮い立たせるっていうか、自分を奮い立たせて、そうだ自分はこれがやりたかったんだ、これ頑張るみたいになりやすい時なんです。でその力が与えられてるし、宇宙も応援されてる。でそれをなんとなく肌感で感じてるんじゃないかなって感じがします。で
今どうですか？楽しいですか？幸せですか？もういや全然楽しくないですよっていう方はあの本当に普通にね、普通に深く呼吸をするだけ。呼吸をするっていうのはね、こう宇宙からの酸素だとかいろんなものを自分の体に取り込んで、それ自体が愛されている、それ自体が生かされているっていうことなので、毎日自分って生かされているみたいな、ただそれだけで幸せっていう感覚にもなれますから、深く自分とつながると、そういうふうにしてちょっとでもなんていうか、外側のことに惑わされずに自分の中にある幸せにアクセスしてほしいなとは思います。でそれできる時です今ね。でその感覚の中にいながら、本当に自分がやりたいことってなんだろうっていうところでいくと、ものすごくそこから広がってくる感じがあります。今はまだね、一つに絞れないっていうか、いろんな可能性があって、これだけっていうふうに決められない。だからエネルギーがまだこう一つだけじゃなくて、いろんなところに分散的に行きそうな感じもあり、本当にこれでいいのかな、いやでもこっちもやっときたいしなみたいな、そういう感覚なんですけど、でもそれでも全然いいです。それがダメってわけではないので、とにかく大事なのは今自分の中でその力があるっていうのを感じるがために、少しゆとりの時間を持って呼吸をするとか瞑想をするとか、自分とつながって今自分に与えられてる感覚っていうのを感じた上で、本当に生きたい風に生きようって決めるだけでそうなるのでね。そしてその後ペンタクスの10ということで、すごくいろんなねチャンスがやってきます。私から見るとまだ逆位置なので、ちょっとごちゃごちゃしてるように感じるかもしれません。いろんなことが起こって。だけどその中でもね、自分が何を優先していくかっていうのを決めていきますよっていうふうに言われています。そのちょっとごちゃごちゃしてるいろんな出来事の中に全てに何か翻弄されるっていうよりは、いろいろあるけど今の自分にとってはこれが優先だなとか、今はこれを先にこなすっていうふうに決めてもらったらできますのでね。そしてワンドのキングということで、やっぱり自分はこうしていきたいんだ、自分の力はこう使うっていうふうに決まっていきますよっていうふうに出ています。これとてもいいです。ビジネスでもいいしプライベートでも、自分というものを自覚しながら生きていける、自分に自信を持って生きていけるって素晴らしいことですからね。ちょっと要するにそこに至るまでのごちゃごちゃしたこと、ちょっとこう処理しなければいけない雑務だったり、準備しなくちゃいけないことだったり、対応しなきゃいけないことっていうのがちょこちょこあるのかなとは思うけど、でもそこに飲まれるっていうよりも、そうやって今運が活性してるんだなっていうふうに思った上で、自分っていうものをしっかり持つっていうふうにしてくださいね。できますのでね。そして対策のところがですね、もう運命の輪とワンドのクイーンの逆ということで、まず一つこのワンドのクイーンっていうのはね、なんかこう自分の理想とする自分像っていうものにあんまり縛られないようにしてくださいね。こういう人になりたいっていう思いはいいんですけど、それってもしかしたら過去の自分が憧れたものであって、今の自分ってもっとすごいかもしれないので、すでに。なのであんまり他者からどう見られてるかとか、こういう仕事ぶりをしなくちゃいけないとか、こういう役割をこなさなきゃいけないっていうふうにはあんまりね思わないようにしてください。っていうのは、あんまりそこにこだわってる必要じゃないというか、こだわってる場合ではないというか、もうなんか流れ来てますから、その流れに乗っちゃってくださいって感じで言われてるんですね。でこの運命の輪っていうのは本当にまさにその時が来るよっていうことで、チャンスの扉が開くよっていうふうに言われているので、おそらくこのチャンスの扉っていうのはそのね、ごちゃごちゃしたいろんな出来事の中にあるっていう感じがするんですね。だけど今ご自身が本当に毎日美味しいものを食べて美味しいなとか、今日もゆっくり寝れたなとか、本当に少しの時間ゆっくり時間をとって自分とつながることで感じられる幸せの中で、そのごちゃごちゃした出来事とかいろんなことっていうのは実はあまり関係なくて、今自分に必要なそのなんていうのかな、イメージですけど、たとえいろんな出来事、仕事だったり、問題だったりごちゃごちゃあったとしても、自分が進むべき道にこう光のレールが通るみたいな感じがあって、それが見えてる以上多少ごちゃごちゃしたって大丈夫みたいな感じなんです。そのねルーツができるっていうか、そのルーツを作るのはでも2月の10日の新月でご自身が意図していただくのがすごく大事なんですけどね。自分は本当の自分の望みのために自分のエネルギーを使うっていうふうに決めることでいきます。そうなります。で
オラクルなんですけど、ここでねデビルの逆が出てるってことは、ようやく解放されるとか、ようやくその縛りから逃れられるみたいな感じがあります。これは例えば悪い習慣をやめられるっていうこともあります。ずっとそういうのをやめた方がいい、やめた方がいいって思っていながらやめられなかったことを、やっとここでね自分のためにエネルギー使うわけだから、もうやめるっていう風になる方もいらっしゃるだろうし、またはそういう習慣的なものじゃなかったとしても、コンプレックス、ずっと自分を苦しめていたコンプレックスからようやく外れる。なんで私こんな思考をずっと持ってたのかなとか思って、それを外せるようなチャンスが来たりとかするんですね。でそれなぜかって言ったら、そのさっき言った全部全てここにつながるんですけど、もう一瞬でも自分が幸せだという感覚の中にいる、そして自分っていうのは生かされていることを知る、そして自分が今この世にいるこのエネルギーは自分の望みのために使うというふうに決めることで、宇宙と一体してるっていうか、うまくいくんですね、それって。それによって本当にさっき言った光の道ができるので、そんなごちゃごちゃした今までの思考なんか関係ない輪になるんですね。そんな風に使ってください。自分を苦しめていた思考や、自分を苦しめていた思考癖や、悪い習慣や無駄に使っていたエネルギーっていうものをやめるっていうのがこの2週間のテーマです。お仕事で言うと、美味しそうな仕事の話が来て、いいじゃない、それすごくいいじゃないってやってみようとしたら、意外とそれが大変だということが分かり、でも大変だけど頑張るかってやっていくうちに、なんとかこなせるっていう感じもありますし、これがもしプライベートな人間関係でいくと、本当にこの誰と関わるっていうことじゃなくても、自分自身って幸せだなとか、恵まれてるなみたいな感覚から感覚で過ごしていく。だって特定の人と何か会うというよりは、自分自身がその幸せな感覚でそこにいて、日常の中で関わる人と関わっていく。でも周りの人はなんだかせかせかしているような気がするみたいな感じでね、2人とか3人で仲良くしてるっていう感覚はあんまりないですね。ということは、やっぱりこの2週間自分自身を満たすっていうことをもう最優先にしていただくのがいいと思います。でも別に人間関係悪いわけじゃないんですよ。恋愛してる人とかはかなり恋愛は楽しいと思います。でも恋愛だけになんか溺れられない状況があるんだろうなっていう感じがするだけです。ちょっと気をつけることを見てみますね。はい。もうこんなになんか強い宇宙の応援が来てるのであれば、これは本当自分のために使わないとっていう感じがして、どうやって使うのっていうのは本当に自分自身を感じるってことなのでね、ちょっとゆっくりした時間を取ってくださいね。はい、気をつけることね。はい、これは主導権争いというカードが出てますので、どっちが正しいとか、自分が手を抜いたら相手に迷惑をかけてしまうとか、自分が休んだら状況に迷惑かけちゃうとか、そういうなんか意識に注意っていうことですね。例えばですけど、こういう意識、自分が何とかしなければいけないとか、自分が力を抜いてしまったら相手が好きなようにやっちゃうとか、その意識を持ってる以上そう見えてしまうっていうのがあるので、今本当にこの2週間で言われてるのは、その意識手放しましょうみたいな、その意識全部外していいんですよって、だって本当はもっと豊かな意識の中にいるはずなんだからみたいな感じがあるので、心配事ちょっと置いとくっていう風にしてくださいね。なんとかしなくっちゃって思うと、もうその思考の中にいるっていう形になっちゃうのでね、ちょっとどうしたらいいのか対策見ます。はい。なんと自分を許してくださいっていう風に出ています。相手を何とかするんじゃなくて、自分を許す。このままでいいの私みたいな、できない自分とか、もうどうしようも無理ですっていう自分をそのまま認めて許すだけで、この意識から外れますよっていうふうに言われてます。これめちゃくちゃ大事じゃないですか。これすごい大事。これもすごく応援されてますので、自分自身に優しくねしてくださいね。よしよししてください。はい、そうすることで与えられるギフトはトゥルーラブトゥルーラブだそうです。本当の愛、真実の愛、それは自分自身への真実の愛かもしれないし、誰かへの愛かもしれないし、
まあね、愛のエネルギーは宇宙最強ですから、それがやっぱり今あるってことですよね、水亀座の皆さんね。そして最後はすごい神聖さということで、まさに自分自身が作っていく世界がある。自分は大いなる自分とかね、宇宙とつながっている、一人じゃないよって言われています。なんて素晴らしいメッセージだったんでしょうか。私はとても感動しました。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えてください。そしてね、もうこれ手放しますっていうこともある方も、ぜひコメントでもう書いて手放しましょうということでありがとうございました。次回また2月24日に24日までにアップしたいと思います。ぜひね、いい時間をお過ごしください。では失礼します。